言うた通りの展開になりました。元彦、菅野保を訴えるってよ。ずーっと記者チームと元彦の間で駆け引きがあったんわかる？で、これ、刑事やったら寝ごうたりかのうたりですよ。で、さっきから受けたまわりますればなんかもう刑事告訴してたって？名誉毀損であれば万々歳です。名誉毀損な？言うた通りの展開になりました。元彦、菅野保を訴えるってよ。で、言うた通りの展開になったでしょ。この後こうなる、アホやからこうなる、田舎の弱者やからこうなるって。これはね、生まれて初めて俺父親に感謝するわ。幸宏対策です。幸宏から学んだのはこれです。能力低いから田舎におらんとしゃあない人がどう拗ねていくかという、これ幸宏サバイバーとしての知恵ですね。幸宏の他者に対するハラスメントを観察、他者って俺も含めてね、家族及び関係者に対するハラスメントを50年間観察してきた結果、手に取るように田舎のクソ弱者の動き方はわかるんです。で、最後必ず道徳に逃げますから。田舎のクソ弱者は。そう、真剣ゼミでやったところだぐらいのノリもうだから、先週から俺の言うた通りに動いてるでしょ？条例は通らへんようになるでって。元彦アホやから謝罪の書を焼き替えるでって。ほんであいつは元彦は俺のことを訴えてくるでって言うたでしょ？もう言うた通りになるんですよ。これ俺株でやったらだいぶ儲かるやろな。人事評価の五角形ダイアグラムで一個だけ飛び抜けてる人。わかる？人事評価のダイアグラムって、全部がこう、大きいからいいというもんではなくて、綺麗なのがいいわけですよ。人事評価のダイアグラムっていうのは。わかる？だから身体能力だけ飛び抜けてたり、算数の能力だけ飛び抜けてたりしてても、あんまり意味がないんですよ。人事評価のダイアグラムというのは、形が綺麗であることが重要なわけです。すべてオールラウンダー、ちっちゃくてもいいから、綺麗な五角形、六角形をしててください。というのが、人事評価のダイアグラム。なんであれでやるかというと、パッと見たときに、この子はバランスが取れてるかどうかというのを組織の中で見ていくわけですよ。大きな組織であればなおさらですけれども、人間がたくさんいるところではね、突出した人間よりも丸い人間の方がトラブルを起こさないんですよね。で、うちの親父が典型ですよ。うちの親父は身体能力モンスターなんですよ。で、身体能力は多分、昭和25年生まれの男性の中でもうピカイチトップクラスやと思います。で、だから、身体能力は自分は天才だってこと分かってるから、もうそれに甘えて人生を来てるわけね。だから目の前いる人みんな殴り殺せるんやから、彼からすると。動いてるホモサピエンスは全部右手で殺せるという自己認識だけで70何年間生きてきはったわけですよ。そういう人ですから、それで全てが解決できると思ってるんです。うちの親父ですけど。でも、人生失敗してるんですよ、実際。貧乏屋は何やかんやで、もう完全に人生失敗してるわけですよ。昔おった周りの友達はもう全然おらへんようになってもうてるし。で、そういう人って晩年そうなんです。それ、身体能力だけではなくて、何らかの能力だけ突出してる人っていうのは、みんなそうなんです。孤独化するんです。必ずそうなんです。これはもう、それはそうですよ。当たり前。付き合っててしんどいんやもん。年取ってきたらみんな人間関係が狭くなってくるのは、あれはなぜかというと、社会が狭くなってくるんではなくて、しんどいんですよ。で、しんどいから、年取ってくると、ユニークな人と付き合う体力がないんです、周りの人は。リリー・フランキーの名言があります。あの人若い頃やんちゃやったのに丸くなったねってよく言うけど、それは間違いや。丸くなったんではない。疲れてるだけだっていう名言があるんですよ。単に疲れるんですよ、年取ってきた体力がないから。昔10あった体力が3しか残ってないの。だから、社会が狭くなるから友達が減るとか、知人が減るとかではなくて、もう若い時のような決体な人と付き合う体力が残ってないのよ。年取ってくるとね。だから、どんどん人付き合いが減ってくるんだけど、うちの親父みたいなタイプは決体な人すぎるから、真っ先に体力温存のために捨てられる人なんですよ。付き合ってて楽な人としか年取ってから付き合いませんから。
その五角形のダイアグラムが大きかろうが小さかろうが、形が綺麗な人の方が付き合うてて楽なんですよ。年取ってくるとね。まあだからそういうタイプが組織で珍重されるわけです。で、めんどくさい人は疲れてくるんですよ、どんどん。だからどんどん孤独になっていくんです。なんです。で、結果、80超えてもとか70超えても社会の第一線で活躍してる人っていうのが、なぜ皆さん、グッドルッキングでもないのに、社会の第一線でっていうこと、頭がええから、そこら辺をコントロールするのが、まあそれはまあ余談ですけどね。頭の良さだけなんですよ。諸先輩方を見てるとね、中づく頭の良さってのは CPU の能力よりも ハードディスクの容量ですね。中づく教養ですね。日野原先生とかもそうですけども、別になんか日野原先生もお亡くなりになりましたが、日野原先生が見本やと思いますけど、年取ってから輝く人というのは、オールラウンダーでしょ。日野原先生は、それはお医者さんとしてもご立派ではあられますけれども、その医療の技術で、社会的注目を浴びたわけではないですわね。日野原先生という、ご人徳でいかはるのは、あの人は丸いダイアグラムを作らはったわけですよ。何十年の人生の中でね。で、日野原先生、あの人、漢石の教養が豊かなんですよね。まあ僕は別にあんまり存じ上げてるわけではないんですけれども。ということですよ。でもう日野原さんと菅野幸弘比べたらもうなんていうの、ウラジオストックとケープタウンぐらい人間として離れてるやんか。なんです。で、突出した人ってのはダメなんですよね。年取ってくると。ほんとどんどんダメになっていくの。突出した能力を持つ人というのは。で、孤独になっていくね。どんどん孤独になっていくんです。まあ、うちの親父なんか典型なんですが、元彦もそうでね、元彦はね、多分ね、若い時からね、あれなんですよ。ハラスメント癖で生き残ってきてるんですよね。で、ハラスメントを、周りに田舎の弱者しかいないから、コミュニケーションやと思ってんねん、あれ、多分。対人関係のコミュニケーションが、支配するか支配されるかどっちかしかないのよ。まあ、典型的なソシオパスの、あれなんですけど、特徴なんですけどね。他者との言語交換が、支配するかされるかしかないのよ。で、これ僕松本さんの証言があってね、松本さんは、維新の取材をしていて、1回目の元彦の選挙の遥か前に大阪の財政部長やってた時の元彦にインタビューしたことがあるんですよ。で、その時の元彦の印象は、こんな好青年がいるのかと思うぐらいの好青年やったらしい。主席での、あれがね、というのが完璧やったという。で、こんな好青年おんのかいって、それはね、支配されるのがうまいってことなんですよ。他者とのコミュニケーションが支配するか支配されるかどっちかしかない。だから、ごめん、財政課長ね、大阪の財政課長をやってる時に松本さんのインタビューを受ける時の元彦は支配される側モードなわけ。で、支配すんのに慣れてるから支配されるのも慣れてんねん。で、最近、元彦はハラスメントを隠さなくなってきたでしょ。本人ね、あれハラスメントやってるつもりないんですよ。超ハイテクニックコミュニケーションをやってるぜぐらいの勢いなんです。で、半ば暴力なんですけど、そのコミュニケーションは半ば暴力なんですけど、半ば暴力のコミュニケーションで生き残ってきたから、自分はそのコミュニケーション達人だと思い込んでんねん、あいつ。もう幸宏と全く一緒。昨日ね、赤澤さんと二人でね、大爆笑したんですけど、終わった後。赤澤さん森友の取材してたでしょ。で、僕も森友の取材してたでしょ。あれだけ森友の取材、多分ね、日本で一番森友の取材したのは赤澤さんと僕ですよ。で、日本で一番籠池のおっさんと時間を費やしたのも赤澤さんと僕ですよ。で、この二人の両者の見解、斎藤元彦の両者の見解は、線の細い籠池、元彦のことは、二人で昨日結論が出たんです。線の細い元彦は線の細い籠池。で、籠池のおっさんみたいなタイプは、ああいう押し出しの強いルックスと、押し出しの強い感じでガッてくるのが典型例やけど、あいつの場合は線が細いっていうパターンなだけです。おばちゃんの方じゃなくて、おっちゃんの方。
籠池のおっちゃんみたいな人はなんぼでもいてはるやん、世の中に、ああいうタイプの人って。でも、ああいうタイプの人ってのは、十中八九、籠池のおっちゃんみたいに、こう、押し出しの強いね、ダブルのスーツ着てみたりとか、なんか、ネクタイもいつもずっとバーガンディみたいな感じの押し出しの強さやん。せやなしに、細いんですよ。で、さっきね、誰かが YouTube で革新的なことを言うてるんですけど、コミュニケーションが非支配、非支配の人はね、年取ったら孤独になります。さっき誰か YouTube に書いてくれたけど、ヘルパーさんから聞いたけど、支配する人は孤独になるって。その通りなんですよ。これね、実を言うと、ハラスメント研修でも習うことなんですけどね。人は離れていくんですよ。DV の加害者って大概孤独死してます。人間をコントロールする癖がある人は晩年孤独になるんです。で、それはね、別に、なんていう傲慢で偉そうというキャラクターを伴ってないんですよ。陰銀無礼な支配するやつっていっぱいいるんですよ。何したんだんだろ、ボケが、そこら、お前俺の言うこと聞かんかいっていうタイプだけではないんですよ。むしろ、支配してくるやつっていうのは、丁寧なんです。優しいんです。その支配するっていう言葉を聞くと、なんかこう、こらボケがさ、ほんだら俺の言うこと聞かんかいこら、ほんだらチンカスって言うてくるおっちゃんのことかなと思うけども、それは、そういうタイプの人は10人おったら1人か2人しかおらへん。残りの9人、8人は、今日もええ天気やね。みたいな感じで食います。まだね、あんたらボケカスこら、あんたらお前目からチンカス出しやがって、あんたら俺の言うこと聞いといたらええんじゃった、ボケカスって言うてくれる人は楽です。可愛らしいです。抱っこできます。だけどもね、今日もええ天気やね。今日ほな何しようって言うてくるやつの方がめんどくさい。いっちゃめんどくさいです。で、昨日、元彦が記者会見でやったことは、まさに田舎の弱者特有の支配するかされるかのコミュニケーションしかない、田舎の弱者特有のハラスメント満載の記者会見やったんです。で、なんでこんな元彦分析をしてるかっていうとね、あいつね、自分のことをコミュニケーションの天才やと思ってんねん。で、昨日の記者会見を見てる人で気づいてる人がいるかどうかは分からへんけど、1時間20分から30分ぐらいの尺の記者会見、今ごめん、ちょっと Mac の容量がエラー出てて、ファイル出されへんねんけど、ずーっと記者チームと元彦の間で駆け引きがあったん分かる？ずっと駆け引きがあったんよ。冒頭の幹事社発言、その次の毎日新聞、だから NHK 何もかもそうやったんやけど、最後の尾形さん、赤澤さんに至るまで、一つのボールをポールのどっちに置くかの駆け引きがあったのよ。気づいてる人がおるかどうかわからんけども。もうすんごい単純な話なんですけど、二つ。わかりやすいのは、菅野保の出禁が当面の間か今後か。まず冒頭幹事社は、当面の間参加をお断りするということになりましたって言うたんです。で、それを受けての元彦の発言は、今後参加しないということで了解しました言うてん。で、ここにあって、その当面の間のボールを元彦が今後の方に持ってきよった。ほんで、毎日新聞がこれをまた当面に戻したい。ほんで、今度はまた元彦がそれを今後に戻した。で、NHK がまた当面に戻した。で、今度、また元彦が今後に戻して、最後、尾形さんで、当面に戻ったい。で、尾形さんにつながるまで全ての会社の人は、今後と当面では全く意味が違うでしょ？で、最後、元彦は、幹事社の産経新聞、毎日新聞、NHK と、今後か当面かのボールのやり取りをこうずっとしてて、最後、尾形さんに、今後じゃなくて当面でしょっていうことでボールをこっちに置かれてしもたんよ。で、これで昨日のゲームが終わりかけやってんけど、最後に赤澤さんに菅野くん訴えますよねって聞かれた時に、あいつ絶対チャンスやと思ったはずやね。アホやから。あいつは昨日の1時間20分の記者会見を何に費やしたかっていうと、菅野保が二度と敷居をまたがない状態を作るということだけですよ。で、それを尾形さんに最後にまくられてしもだから、当面ではなくて今後側にボールを置きたいので、あいつは。どうしようかと思ってて、最後に赤澤さんが訴えますよねって言った時に、あ、そうか。係争中や言うたら絶対入れられへんから係争中にしたろうと思って思いつきで訴えるって言うたと思うね。これ、幸宏分析から出てくる俺の答えね。
要はどういうことかというと、そこで訴えると言うてしまえば、記者クラブからすると当面だという風にしてたけども、まさか裁判やってるやつがさ、どんなやつであれさ、記者会見には呼ばれへんわな。だから今の局面の幸宏のアホなパターンとして、今の局面のコミュニケーションを完璧にやろうと思ったら、あそこで訴えるというのは、そのボールをどっちに置くかゲームでの勝利ではありますよ。今後当面で終わってるこの当面を今後側にしようと思うと、裁判というのは最高の答えですよ。で、その瞬間に思いついたんやと思うの。これ過大評価じゃないの。あいつはアホなの。これはアホだからそう動いてるという分析なの。あいつはコミュニケーションモンスターで普通のホモサピエンスよりも能力が8倍高いから、その8倍高い知能から出てくる超絶コミュニケーションを解説してあげましょう言うてんちゃうんです。普通の人間やったら200点出せるテストであの子は3点しか出されへん。気違いのアホの子やから、あの気違いのアホの子ってあんたらあんま見たことないでしょ。でも俺は気違いのアホの子を幸宏の息子としてずっと見てきてるから、その気違いのアホというのはどうするかいうことを解説してるだけ。これは過大評価じゃなくて過小評価してるんです。だから、目の前のコミュニケーションを支配するということしか考えてへんから、あの答えになんねん。だから俺多分ね、弁護士と相談してへんと思うね。昨日のあの発言のタイミングでは。目の前の赤澤さんにマウントを取る、目の前の記者団にマウントを取るだけやと思うで。マウントですよ。で、多分来週の記者会見、先週代理人に聞いてくれたけど、代理人誰ですって誰か聞くと思うけど、絶対代理人の名前出てけえへんと思うで。私のプライベートの領域ですっていう。で、それは菅野保を出禁にしたい一心じゃないのよ。記者クラブとの、そのコミュニケーションでどっちがマウント取れてるかどうかしか考えてないねんて。でね、しかもね、昨日ね、ほんまにね、極悪な人がおったんですよ。もうね、もうこんな邪悪なことがよくできるなという人がいたんです。もう昨日ね、もうね、ほんまに邪悪な人がおったんですよ。もうね、悪いよ。アホの田舎者をコントロールするのね、もうそれは籠池コントロールしとったんやから、コントロールというか、籠池さんのことを取材しとったんやから、まあ、元彦みたいなタイプを扱うのがうまいんでしょうね。もうほんまにね、もう、よう、そんな悪どいことできるなということ、悪どいことした人がいるんです。もう目パッキパキやん、こいつも。もう気違いの顔しとるやん。先週知事は西播磨県民局長が人事委員会に不服を申し立てをしなかったから懲戒処分を受け入れたということですねとおっしゃいました。その西播磨県民局長なんですけれども、意思を持って抗議する、さっき尾形さんおっしゃいましたけれども、と書き残して命を絶たれています。その遺書に書かれた抗議する相手は誰ですか？元県民局長がお亡くなりになられたことに誰ですかってお尋ねしているので、それだけお答えいただければ、時間がないのは分かってるんで、それだけお答えいただきたい。知事、それだったらロスタイムでカウントしていただけませんか？ちょっと、とりあえず知事も質問に答えて赤澤さんも重ならないように。いや、聞かれたことを答えないで時間が来たから終わりますじゃ全くやり取りになってないじゃないですか。とりあえず知事も質問に一度お答えいただいて、短く終わる質問ばかりしてるので、赤澤さんは重ならないようにお話しいただくようにで、知事は一度お答えいただきたいと思います。お願いします。誰ですか？元局長が亡くなられたことはお悔やみ申し上げたいと思いますし、県政のご尽力には感謝申し上げたいと思います。懲戒処分の後ですね、元局長におかれましては不服申し立てをされなかったということとして、処分というものは確定しているというものでございます。幹事さんが今僕の質問に答えられました。私誰ですかってお尋ねしてるんですよ。幹事さんどうですか？ちょっとやり取りがあったのでもう一度答えますけども、その点については亡くなられた局長の件に関することになりますので、ご遺族からもそこはそうとしておいてほしいという件もありますので、その件について私がコメントするということをこの場でやることは差し控えたというふうに思います。じゃあ、先週知事がおっしゃられた受け入れられたって、これ知事はっきりおっしゃるんですけれども、その受け入れられたっていうことの根拠っていうのは何なんですかね？元局長におかれましては懲戒処分の後ですね、不服申し立てなどはされておらず、
懲戒処分としては確定しているということです。それが受け入れたことになるんですか？ロジックがおかしくないですか？今申し上げた通りです。そうですか。知事は、この場で数えきれない記者さんから、誹謗中傷をやめるようメッセージを出しませんかと問われても、一貫して、個別の事案には立ち入らないとおっしゃられました。では、なぜ、県民局長の告発文書という個別事案に対しては即座に動かれたんでしょうか？私自身が文書に書かれた当事者として事実と異なることがあるということ、そして県政に関してもですね、県職員や関係する企業、個人や企業名も多数含まれているということで、放置しておくと多方面に著しく不利益が及ぼす内容だというふうに認識しましたので、対応をしたということです。じゃあ、自分が書かれた時だけ動かれるってことですか？先週の菅野君の発言と同じように。で、他の方がどんなに誹謗中傷されても、それは全く関与しないっていうことでよろしいですかね？繰り返しになりますけども、当該繰り返しだったら大丈夫です。繰り返しだったら、お時間ないので大丈夫です。ちょっと重ならないようにお願いいたします。繰り返しは大丈夫ですよ。答弁をさせていただきますが、個人名や企業名が多数含まれていると放置しておくと、他方面に著しく不利益を及ぼす内容だというふうに認識したので、対応させていただくということですね。知事は先週、今の発言を取り消さない限り、私はこれで退席させていただきますとおっしゃいました。そんな知事は2024年の11月の文藝春秋市場で、西山県民局長は、不特定多数に文書を送るとデマ発言をなさいました。それ未だに撤回なさっていません。どうして担任の発言だけそんなに厳しく自分には甘くできるんでしょうか？先般のテレビ会見において、記者の記者からですね、極めて不適切な発言があったということが遺憾であるということで、指摘をさせていただきました。いや、ご自身と、まだええねん。ここはまだええねん。はなぜですかってお尋ねするんですけど。その点は様々なご指摘や評価があると思いますけれども、私としては、当事者として、先般の会見における発言については、やはり看過できないということで、指摘をさせていただいたということですね。知事は常日頃、最終的に司法の場で決着つく問題だとおっしゃいました。何を問われても最終的には司法の場とおっしゃる知事は、当然、菅野君を名誉毀損で訴えられますよね。本件については極めて不適切な発言であり、公人としての受任限度を超えている面があるというふうに受け止めておりますので、現在、法的な手続きを進めているということをですね、弁護士の方とも、協議を相談をしながら、法的な手続きを進めているということです。じゃあ訴えられる個人的な、件に関することなので、このまでの詳細。本件については極めて不適切な発言であり、公人としての受任限度を超えている面があるというふうに受け止めておりますので、もうほんま赤澤さん意地悪やわ。受任限度を超えてるって言うたら、超えてますって返事してんねんで。焚きつけてるやん。もうね、うまいことアホをこう手玉に取ってね、もうほんま猿回しですよ、これ。ここでさ、はい、超えてますって言うからさ、引かれへんようになってもうてんねん。かわいそうに陰血掴んでしまいよった。見事でしたね。ということで、かかる次第をもちまして、菅野保は斉藤元彦さんから訴えられるという弾みになりました。尾形さん、毎日新聞さん、NHK さん、で、幹事社の産経新聞さん、神戸新聞さん、昨日記者会見で質問した人は、すべて攻撃モード、バーサクモードみたいになって元彦を攻めてたんで、元彦は最後に自分では逆転サヨナラホームランの思いつきの菅野を訴えるっていうことで、僕はかけてもいいです。5万円かけてもいいです。昨日のあのタイミングで、斉藤元彦は弁護士に相談すらしてません。目の前のコミュニケーションをマウント取るために言うたんだ。マウントを取るためだけに言うたんです。証拠にその前の県民局長の話は原稿読みながら喋ってるけども、弁護士の話だけ目上向いて喋ってるんですよ。自分でご確認ください、後で。で、それで俺は何を言ってるかって言ったら、訴えないと言ってるんじゃない。多分訴えてくるんです。なぜか言うてしもてるから。でも撤回のしようがないから訴えてきよると思うで。で、訴えてくるとすると刑事の侮辱罪だと思いますよ。刑事の侮辱罪でも裁判のありようは民事の名誉毀損と一緒です。こっちがなぜ人殺しと言ったかということを解説すればいいだけのことです。
で、これ、刑事やったら寝ごうたり可能たりですよ。不起訴処分になったらどうすんねん。これ民事やったらね、民事やったら一番俺が嫌なパターンになるの。民事やったら、期日の調整伸ばしてずっと菅野保は係争中って言うて、2年でも3年でも引っ張られるんですよ。刑事やったらさ、まずさ、不起訴がどうするかやったら、これもし俺不起訴処分になったらどうすんねん。あいつ不起訴処分やからさ、文章問題に対する話はもう自分が不起訴処分になったから終わりや言うてるやつやで。で、そいつが訴えた相手が不起訴処分になったらどうすんの？今回のさ、自民党が最後反対というか継続審議に回った知事の給与削減条例さ、自民党が OK したのはさ、不起訴処分確定したからですよ。結果としてその後の答弁がおかしいって言うて自民党は反対に回ったけれども、元彦自分の言うことはやで、僕不起訴になったから大丈夫ですって言うてる人間が誰か刑事で訴えて、で、それ不起訴になったらどうすんの？不起訴は政府ルールっていうのはあの人が設定してるんですよ。俺、もし不起訴になってみーさ、菅野保の出席を断る理由がなくなるだけではなくて、斉藤元彦は人殺しと言うてもええことは法的に何の問題もないって話になるわけですよ。どうすんの？で、確実に俺のことを起訴相当に持っていかなあかんわけですよ。で、起訴したところで白黒中でどうすんの？いや、だからね、こんなね、ドツボにはまらないように、それこそ行政の長というのは言い切らないんですよ。昨日の話と一緒です。風呂入る前に沸いてるかどうかを見るでしょという話と一緒。昨日言うたでしょ？風呂入るときは、一回沸いてるかどうか見てから服脱ぐんや。風呂沸いたかどうかわからへんけど、とりあえず脱衣所で服脱いで、そのまま飛び込んで、水やったとか、暑かったとかでならんように、普通、服着たまま、沸いたかどうか見てから服脱ぐんです。そうでしょ？皆さんもそうしてるでしょ？でも元彦の文章問題の対応はどう言うてるか言ったら元彦のストーリーやね。沸いてると思って、服脱いで風呂飛び込んだ。適温やった。そやから結果 OK 言うてん。いや、だから向こう、あいつのストーリーやで。俺らが言うてんのは、お前は風呂入る前に確認もせえへんかったし、その風呂は水風呂やったって俺らは言うてるけど、元彦は、はい、確認はしませんでした。でも飛び込んだら適温でした言うてんねん。どっちに従って、確認せんと飛び込んでるってことは、両者の一致を見てるんですよ、実を言うと。で、元彦のストーリーから言うと違うのは、結果が適温やったか、水風呂やったかっていう話でしょ、という話に持っていってんねんけど、俺らは、お前は風呂入る前に適温かどうかを確認しなかったし、飛び込んだ風呂は水風呂やった、言うてるんです。元彦は、確認せんと飛び込んだのは事実だけれども、結果、適温やったから OK ですって言うてんねん。で、昨日の話じゃないけども、元彦のね、言うてるストーリー通りやったとしても元彦はアウトや言うのは、行政の人間には風呂入る前に確認してもらいたいわけですよ。税金使いよるんやから、あいつらは。結果適温やったから OK ですよっていう話にはならんのですよ、行政は。まず手突っ込んで湧いてるかどうか見るでしょ？で、それやってないでしょ？はい、やってません。でも飛び込んで結果適温やったんで OK っしょ？っていうのがあいつのストーリーなわけ。で、こっちはまず確認せ、で、入った結果適温じゃなかったって言うてんねん。で、実を言うと、だから確認してないという、初手のところの確認してなさは、両者の見解の一致を見てるんですよ。で、その単純な理屈が田舎の兵庫の人には分からんのらしい。そやから100万人ぐらい投票してしまうんですけど、タコ作が。もうそれもしゃないんやけど、でもそれと一緒で、今回も、もしそれをやったら、どうなるかということを、健常な知性があったら考えて喋るもん。で、ましてや、刑事で俺のこと告訴してたら、黙ってる方が怖いに決まってるやん。こそっとやった方が怖いに決まってるやん。もう2024年3月27日と全く同じことして何も学習してないんですよ。そもそもやで。元県民局長に関することなので、その遺書の件にはコメントできません言うてんねんで。で、しかもその時さっきの赤澤さんの質問への回答であったけども、遺族の人が静かにしといてほしい、そっとしといてほしいって言ってるので答えませんって言うてたよね。言うてたよね。ほななんで誹謗中傷性の高い真実相当性の低い文章って言うねん。遺族の人がそっとしてほしいということで県民局長の遺書の内容に立ち入られへんかったらどんな質問が来てもごめん、もうこの話やめよう言うたらええだけやんけ。
ちゃうん。元県民局長が、いや、遺族の人がそっとしてほしいって言ってるから、意思を持って抗議するという抗議の対象者は誰ですか？それは遺族の人がそっとしといてほしいんで僕からはコメントしませんって言うんやったら、なぜ産後通報じゃないんですかって言われたときに、誹謗中傷性が高い文章で懲戒処分を受け入れられたって言うねん。遺族の人がそっとしてほしいっていう大義名分でそっとしとくんやったら、いや、その産後通報の議論とか、その懲戒処分の適当な話とかってもう亡くなった人のことなんでちょっとそっとしときませんって言うたらええんちゃん。そういうことなんちゃうん。なんか俺間違うてる？それはその遺族のことなんで、遺族の方がそっとしといてくれって言うてはるんで、ごめんなさい答えたいけど答えられないんですって言うて答えてるのが、答えないのが政治家なんじゃないの？で、それが大人なんじゃないの？いや、ムカつくよ。それでは説明責任は果たしてないんですよ。ただ、遺族の言葉があるからそっとしといてほしいって言うてはるから、僕は意思を持って抗議するっていう対象者は誰ですかというご質問にもお答えしませんし、なぜ産後通報じゃないんですか？なぜ受け入れたって懲戒処分を受け入れたって言うんですかって質問もしっかり全部軒並み答えませんっていうのが説明責任果たしてへんけれども政治家大人としてのあるべき姿でしょ。でも遺書に書いてあった意思を持って抗議するの対象者は誰ですかという質問に対しては、遺族のお言葉があってそっとしといてほしいということなのでそっとしておきます、回答しません言うといて、産後通報じゃないって判断した理由は何ですか？県民局長が懲戒処分を受け入れたって言ってるけどもその根拠は何ですか？いや、それはもう誹謗中傷性が高い文章でね、真実相当性がなくて、嘘800なんでって、それどういうことなんそれ？それどういう類の人間として醜悪なことをやってるの？それおかしいでしょ、それ人間として。で、さっきから受けたまわりますればなんかもう刑事告訴してたって？神戸新聞に記事載ってるって？その神戸新聞の記事は手元にある人いてはります？菅野保夫斉藤元彦が刑事告訴したという。お手元にございますか？お手元にある方いらっしゃいます？で、その刑事告訴の内容なんですが、侮辱罪ですか？名誉毀損ですか？どっちです？どっちになってる？名誉毀損であれば、万々罪です。名誉毀損なん？馬の背超えた。侮辱罪やったらどうしようかな思ったけど、名誉毀損に来よったんか。私がいかにもご直にすると申し上げました。番頭と言われても奉公人でございます。でっちの子を経た番頭でございます。それが安さんを小直にすると申し上げましたが、わしは嫌じゃと言われたら押し切ってまで小直になっていただくことはできません。が今受けたまわりますれば見事小直にせえとおっしゃる。こっちは小直におさせ申したい。そっちは小直にせえ。これは願うたり可能たりとはこのことでございます。侮辱罪やったらどうしようかな思ったけど、刑事の名誉毀損で来よったん？おもろいやん。それ不起訴処分になったら100点の価値やけど、裁判してほしいな。起訴されたいな。不起訴になんのしょうもないよね。まあ不起訴になったら100点の価値やねんけどね。不起訴やったらもう一瞬で勝利終わるわけで。もうなんか、スーパーマリオで旗に触りに行った瞬間にリセットボタン押すみたいな勝ち方やから、おもろないやん。名誉毀損ってお前に名誉あったんかい。前代未聞ですよ。公人がジャーナリストを名誉毀損を刑事告発する。判決欲しいよね。で、これ略式起訴とかになったらおもろいよね。略式起訴とかになったら、いらん、ちゃんとちゃんとした裁判にしてって言うたらしまいやろ。いや、そういうことやん。略式起訴なんか嫌ですって。ちゃんと判決出してください言うたらええねやろ、俺。アホなんちゃうかな、ほんまに。あれやね、アホの心象型か文楽型か言うたら文楽型のアホやね。いや、まあ刑事やから弁護士もクソも関係ないでしょ。告訴状出したらあとは刑事やからどうでもええって話になるんでしょ。また酒飲む理由が増えてもたんがな。
あ、LINE 来てたわ。兵庫県の斉藤元彦知事が定例会見中に名誉を傷つけられたとして名誉毀損でフリーランスの男性記者を刑事告訴したことが10日分かった。斉藤知事の代理人弁護士が明らかにした9日付で生田署に受理されたという。代理人によると告訴状の記者の容疑は3日午後2時頃、県庁で知事定例記者会見中に対して人殺しやんけお前はなどと発言して名誉を傷つけた疑い。発言は斉藤知事らからの疑惑を告発した元西播磨県民局長の懲戒処分をめぐって別の記者が質問中、知事が元県民局長は不服申し立てをしなかったと繰り返し答える中であり、フリー記者は死んだからできひんかってんやろなどと声を上げていた。このフリー記者誰か知らんけど正論やね。10日の定例記者会見で斉藤知事は極めて不適切な発言で公人としての受任限度を超えている法的な手続きを進めていると述べた。だそうです。この記事読んだら、発言は斉藤知事らの疑惑を告発した元西播磨県民局長個人の懲戒処分をめぐって別の記者が質問中、知事が元県民局長は不服申し立てをしなかったと繰り返し答える中であり、フリー記者は死んだからできひんかってんやろなどとも声を上げていた。めっちゃ正論やん。このフリー記者誰か知らんけどええこといいよな。ではもうそんな話はええわよ。ということで名誉毀損で訴えて、これほんまに名誉毀損な。ほんまに名誉毀損で言ったん？名誉毀損でね、免責4要件っていうのがあるんですよ。藤倉義郎の名言知ってます皆さん。藤倉義郎の名言。裁判に負けない名誉毀損をしよう。裁判に負けない名誉毀損をしよう。で、どういうことかって言ったら、名誉毀損って名誉毀損なんですよ。それは名誉毀損してるんですよ。その名誉毀損してるっておかしいな。俺は名誉毀損したってつもりはないし、そんなもんで毀損されるような名誉なんかもともとないし、公職者の受任限度なんか超えてないと思うから、そんなもん、俺赤澤さんほど意地悪ではないので超えてますとは言わないけども、どういう、藤倉義郎が言うてることはどういうことかというとね、名誉毀損やって訴えられたらね、こっちは、その言うたことに、その名誉毀損かもわからんけども、OK やろという言い訳を4つ立てるんですよ。言い訳っていうか主張4つ立てるんです。一つは公共性、公益性。で、真実性、真実相当性。俺4つで検討するんですよ。ということは、僕が裁判でやらなきゃいけないことは、検察からもし俺が起訴されたらですよ。斉藤元彦さんを人殺しということに公共性と公益性があるかないか。ありますよ。だって知事なんだもん。公職者なんだもん。だから、歩いと50のおっちゃんに人殺し言うて、公益性はないし公共性はないわいさ。知事ですせ？公共性と公益性のど真ん中やん。これだと真実性と真実相当性ですよ。3月27日の記者会見で死んだと思ってます。3月27日の記者会見、捏造じゃなくて動画で残ってるよね。2024年3月27日の。その後の繰り返し行われた西播磨県民局長に対する記者会見での彼の数々の誹謗中傷は残ってるよね。それを根拠にこの人が死に至らしめたと考えて人殺しっていうのは何があかんの？ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。